こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回は自作 PC 作っていこうと思います。ということで、自作のパソコンを作るのは初めてです。不器用な私がどこまでできるかっていうのは見てもらってからのお楽しみということで、まずは購入してきたのがインテル Core i7 の7700、これが CPU ですね。今回はこの CPU をマザーボードに取り付けるところをやっていこうと思います。なんで自作のパソコンを作ろうかと思ったかというと、今使ってるパソコンでゲームを配信したりとか動画を撮ったり、あとはですね、実写のね編集とかをかけたりっていうのをしてるんですが、ちょっと物足りないかなっていうのを思ってきたところだっていうのと、あとは機械音痴のものでパソコンっていうのはこういうものっていうのがいまいちよく分かってないので、今回は作ってみてどういう風になっているのかっていうところも勉強しようと思います。はい、マザーボードは H270 Pro 4、これを購入してきました。マザーボードとりあえず開けてみましょう。箱がいいでしょ、横に置こう。この時点であれですね、不器用さが出ている。取扱説明書にアップロード、違うな、読み込みをするための CD ロムが入ってたりとか、いろんな部品が入ってますね。これも入ってました。でネジが2つ、3つ置いときます。3種類どこで使うのかはまた作ってみるときに見ていきましょう。はい、ちょっとこっち置いて、これですよね、マザーボード初めて見るんですよね。こんな風になってるんだなっていうのにびっくりしました。この袋は静電気が入らないような袋になってるんですよね。でっかい。うおーまずは、CPU をマザーボードに取り付けるところをやっていきます。ここを失敗してしまうとパソコンが起動しないんですよね。ピン折りっていうものに気をつけてやりなさいっていう風に、サイトとかでも見たし、コードさんからも言われてるので緊張しますね。でかい。すごいな。これ取り出したところからもう静電気の恐怖に怯える今回はですね、これ取り出して袋の上に置いて作業していこうと思います。ちょっとここで近くにあるね金属のものに触れて、自分についている静電気を若干の逃がすっていうのをしてから開けていきます。うおー、本当にでっかい。こんな感じになってるんですね。すごいな、基板が見えてる。はい、出し終わりました。白と黒でかっこいい印象です。購入してきたのはこれで、つけるところはこのピンがあるところですね。ではでは CPU も開けていきます。ここの作業が一番難しいっていうのと、あとは第一段階になるっていう風に聞いてるので、ちょっとこの Core i7 開けて、で CPU ソケットのその保護カバーを開けてつけるっていうところをやっていくのですが、うまくいくかなではでは、やっていきますよ。ノンストップでやってるんですが、これですね、今回私が作るっていうのでコードさんに見守ってはもらってるんですが、いかんせん不器用なもので、工具とかは好きなんですけどね、その作業をしている人を見るっていうのとかが趣味なので、自分でねこう操ってやるっていうのはあまりしたことがないので、ここにここで失敗するとちょっと危ないですよね。はい、大丈夫かなでは一応ですね、開いたのでこれをつけていくわけですが、ちょっと位置をね変えながら。はい、出た。これが CPU。 初めて見ました。表側金属なんですね。でこれを外す。外れる？押し込んで、あれ取れない。大丈夫？取れた取れた取れた。おーでこのカバーを取りたいんですよね。このカバー、ちょっと回して取りやすくします。怖いからね。これを取りたい。どうやって取るんだろ
引く？いや、でもなんか取れそう。これを上に上げる。あれえー、えっとちょっと力入れる。ええこのソケットの上をなんかね、持ち上げて外すらしいんですけど、こうだよね。ここ。あまり下げると下の方にちょっとピンがあるから怖い。えー、いける？取れそう。こうやっ、えー、大丈夫？私。うーん、ちょっと本当に関門が、外れた。こうやってやるんだ。外れました。危ない危ない。これパソコン作ったことある方っているのかなっていうのをちょっとねリスナーさんに聞いたことがあるんですけど、結構いらっしゃるんですよね、自作パソコン。この CPU の取り付けお店でもやってもらえるっていう風なのを買って購入してきてお家に着いてから聞きました。はい、やってしまった。これを外すんだよね。触りたくない。よし。あんまり怖いから触りたくない。できた。よし。これをここに置く。で、マークがついてるからそれをチェックして、この三角のマークのところに CPU についてる三角のところを置いていくんですよね。優しく上から位置ずれよう。こっち側からやった方がやりやすい。怖いな。えーっとこっち側の向きで置くだよね。でこれで下に見えるこのピンが取れちゃうとまずい。いけた。大丈夫？多分ちゃんと置けてる。でこれを今度閉める。えこんなにえちょえこうだよね。さっきあった状態に戻す。へえ。ここから下げてって押し込む。いや結構落としてる。さ結構な力入れてるけど大丈夫？怖い。ここ引っ掛ける。よし、できた。これで OK。 できましたね。そして今度はこれメモリーを挿していきます。今回はですね全部で16ギガになるように8ギガを2枚スロットルに挿していきます。この作業も結構コツがいるっていう風に書いてあったので、コツをね確認しながらやっていきます。よし、いくぞ。コツがな、メモリーの取り付けなんですけど、購入してきたのは2枚なんですよね。で端子に触れないように挿していくっていうことで、これを挿す。マザーボードのメモリースロットルが4スロットあるんですけど、ここのスロットに2枚挿してデュアルチャンネルの運用にしたいだよね。なのでこれを2枚挿す。今ね右手側のこの黒いところは開けてある状態なんですけど、メモリスロットのこのロック外側にはなってるんですが、こう入れるのが怖い。こっちここでね悩んじゃったんですよ。どっち側なのかなっていうのを悩んでしまって、で凹凸部分の真ん中を確認したらこっちなのでこっち側では合ってるんですが、不器用なダイス入れられなかったのでちょっとコードさんにお願いをしました。はい、メモリーとスロットルの凹凸が合ってるかを確認して両端を持ってマザーボードに、取り付けるっていうのをしてから、そのメモリーロックをうまく刺されば自動的に起き上がってくるので、そういう風にするっていう風に後で確認しました。
はい。そう、片手でね、コードさんはやってくれたんですけど、なんて不器用なんだろう、本当に。いやー、助かりました。はい。じゃあ私もね、ちょっとね、試してみたんですが、上手にはまらなかったんですよ。これ作ったことがある方に確認したところ、思い切りが大事だそうです。はい。この辺で貸してみろもうっていう話で入れてもらいました。はい。これでね、起き上がらせてもらって、うまくはめることができました。ということで、今回は、マザーボードに CPU を取り付ける、そしてメモリーを取り付けるというところまでやってみました。不器用な私が自作のパソコンをどうやって作ったか、この後も続きます。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!